クラウドファンディングって謎のガジェットがたまに出てきますよね。今回幕開けで見つけたのは手のひらサイズのミニカメラに望遠レンズをつけてしまったという N300 というガジェットです。もう見た目もカメラというよりはもう安っぽい箱だし、どういうネタガジェットなのかが気になるようなそんなタイプのガジェットです。つまり今回は真面目なレビューではなく、純粋にネタガジェットを使っているところを楽しんでもらえたらなぁなんて思います。それではクラ活スタートです。さて、応援購入して届いたのはこちらになります。何かおかしくありませんか？モバイルフォンテレスコープ。どう見ても携帯につける望遠レンズですよね。どう見ても携帯につける望遠レンズにしか見えないのですが、とりあえず開けてみましょう。蓋を開けてると、まず日本語の説明書がペラで1枚入ってます。N300 ミニカメラ取扱説明書。で、なんだこの箱は。ミニカメラ。あ、そういうことか。このモバイルテレスコープの中にミニカメラの製品を突っ込んだ製品、セット製品みたいな感じなんですね。なんだそういうことはかっていうか、なんだその売り方は。つまり、レンズの次にこれは、スマホに取り付けるクリップ、なんだろう、これは、単眼鏡として使うための、目に当てるゴム、で、クリーニングクロス。これが全部裸で入ってまして、そこでできた隙間にこのミニカメラが入ってるっていう、そういうことなんですね。まあ、まさかの梱包の仕方でちょっとびっくりしてます。で、ミニカメラの方を開けてみると、USB ケーブルが、1本、なんかちょっとこうこじゃれた、端子の部分がオレンジ色のケーブルになってます。で、この説明書も何もなしに入っている謎のカメラ。安っぽいプラスチック製かなと思ったら、意外と外側はちゃんとアルミ製ですね。ただ、ここの部分、表面は、ちょっとシリコンっぽい、プラスチックっぽい感じですかね。外側はちょっと頑丈そうな感じがしますが、これ中はプラスチックだな。そしてこのいかにも作りの荒そうな縁のバリの取り方というか、縁の作り具合とかがもういかにもネタ枠ですね。で、こっちが操作ボタン。ユーザーインターフェースも考えていないボタンです。電源、拡大縮小、動画、写真ってところでしょうか。ボタンの押しやすさはそんなに硬くはないですかね。ではレンズの方も見ていきましょうか。レンズの方はキャップがちゃんとついてますね。キャップが両方にちゃんとついていて、このネジをここにはめて、
使えば100倍ズームのミニカメラの出来上がりというわけですね。で、これを外して内側に取り付けてしまえば単眼鏡として使うことも可能です。むしろこれが一番メインの使い方なんじゃないかなって気がしますけどね。はい。で、スマホに使う場合はこれをクリップで挟んで固定すれば使えますよということですね。今回はこのスマホでの使い方に関してはちょっと省略しようかなと思います。というわけでこれ以上が中身でした。このいかにも見た目を全く何も考えていない作りがいいですね。ちゃんと4分の1ネジがついてる。三脚にちゃんとつけられるネジがついてるって。そうなってんだ。100倍なんて三脚なしには絶対撮影不可能だろうなんて思ってましたけど、三脚につけることは一応可能なんですね。三脚の方がでかくてでかすぎて、なんだそれ何つけてんのにはなりますが、その辺もちょっと後で試してみたいななんて思います。それでは電源入れてみましょう。こんな風になりますね。結構起動時間は早いですね。まず設定を見てみます。設定は画像サイズを設定することができて、3メガ、5、8、10、20、25、30、48、66メガまで指定できますが、このカメラ100万画素じゃなかったでしたっけ？というと10メガがそれそうで、これ以上は多分デジタルズーム扱いになっちゃうんじゃないかなと思いますね。で、その次タイマーの、これはあれですね、撮影時のタイマーですね。で、連写をオンにするかどうか。合成線、これは撮影時の十字線ですね。を表示するかどうかをオンオフできます。で、解像度、こちらは動画を撮った時の解像度のようですね。2.5K の UHD が撮れて、1080の FHD、1080p、720p と選ぶことができます。2.5K UHD なんて本当に撮れるのかって気もするんですが、とりあえずこれに設定しておきましょう。次は、ループをクローズ1分、2分、3分、5分、10分と撮ることができます。これはループ動画の撮影ですね。要は、防犯カメラみたいな扱いをして、ループ撮影をして、10分ごとに上書きしていって、ずっと撮り続けるとか、そういう設定ができるようになっています。で、動画モードは通常と遅いと速いっていうのがあるんですが、おそらく遅いがスローモーション、速くってのがタイムラプスだと思います。日付表示をするかしないか、画面の明るさですね。これは裏の液晶の明るさですね。待機時間、これは何もしなかった時の電源オフの待機時間ですね。違った。待機時間、これは謎ですね。自動オフに関しては5分、3分、1分クローズがある。これは5分間何もしなかったらそうクローズするということなので、待機時間はちょっと謎ですね。クローズにしとこう。言語表記は日本語が選べるようになっています。他にもなんかいろんな言葉があって、なんだかよくわかんないですが、とりあえず日本語にしておきましょう。音量調節と言いますが、このカメラ自体にスピーカーは内蔵されていませんので、この音量調節っていうのは何だろうっていうのはありますね。フォーマット、これはSD カードのフォーマットですね。で、日付や時刻設定ができるようになっていて、
初期化設定の初期化をするバージョンの情報があるっていうのがメニューの一通りですね。どうにも怪しいメニューがいっぱいありますね。画像サイズに関しては画素数以上の画像サイズがありますので、どれで撮ればいいのかみたいなのもありますし、解像度も2.5、100万画素で 2.5K の UHD なんて撮れるのかっていうのもありますし、いろいろ音量設定なんてスピーカーがないから何も再生できないのになっていうのもありますし、割と汎用のメニューシステムかなんか使って使えない機能がある、そんなイメージですね。早速電源を入れてみました。こちらで画面を見るとこんな感じになってますね。パッと見割と鮮明に見えてそうなんですが、実際見るとそうでもないかな。でもこれぐらいの大きさなら見えるなってぐらいではありますね。で、ここでシャッターを切ってシャッと撮ることができます。で、ここのマイナスボタン、通常はプラスでズーム、マイナスでズームアウトとなっているんですが、マイナスボタンを押すとこんな風にいろんなフィルターモードがあります。こんな風なフィルターがいろいろついているのが、トイカメラらしい、ミニカメラらしい機能ですね。いろんなフィルターをかけてちょっとエモく撮ってみようみたいなことができるようになってますね。で、フィルターが20個搭載されてます。ちょっといくつかのフィルターで撮ってみましょうか。現在 2.5K の UHD のモードを使って動画撮影をしています。どのように映っているでしょうか。もともと100万画素しかないので、どんな風に映っているのか、ちょっと気になるところですね。こちら、ネガポジフィルターをかけて録画をして、こちら、ネガポジフィルターをかけて録画しております。どんな風に見えているかというか、どこで使うんでしょうか、こんな効果。現在、フィルターで多分これ鮮やかさを上げているフィルターになるんじゃないでしょうか。よくこれ、モニター画面から見ると結構色味が実はこちらの方がいいんじゃないかっていう気はするんですが、実際撮れたものを見てみたらどうなるか気になるところですね。現在白黒のフィルターを使って録画をしております。どんな風に見えてますかね。意外とこのフィルターの方が使いやすいかもしれませんね。意外と綺麗に、モニター上では綺麗な段階で、綺麗な階調で白黒を表現していますが、どう映っているかな。現在、暗所撮影にて動画の撮影を試しております。どんな風に映っているでしょうか。これでも真っ暗にするとやっぱり完全に映らないので、周囲の平面ライトを最低限の光量にして今現在表示しています。というわけで、室内でいろいろ撮影をしてみましたけれども、案の定の映り具合でしたね。室内だとどうしても照明を焚いても明かりがなかなか外と比べると暗くなってしまうっていう問題はありますから、明るさが足りてないんだろうっていう部分ももしかしたらあるのかもしれないんですけれども、
まあ、それにしてもちょっとブレブレと言いましょうか。なんかそんな感じの映り方になってしまいましたね。焦点が合ってない。まあ多分焦点的には多分10センチかそこらまでしか合ってないような気がします。途中で撮った増加の写真を見てみてください。あれがそれぐらいの距離で撮った写真です。で、まあこのカメラの真髄というと変ですけども、売りとしてはやはりこの、望遠レンズですねを取り付けて撮影をするということですので、この撮影をしに、外で撮影をこれから、行ってこようと思います。実際どうなるのか、どんな風に撮影されるのか、まあ室内の写りを見ればなんとなくまあ、ひどさは想像できるのかなとは思いますけれども、まあ、そちらの方をちょっと、外を、またいつもの、不忍池に行って撮影をしてみようかなと思っていますので、そちらをご覧ください。というわけで、いつも通り上野の不忍池に行きまして、弁天堂とその横にある時計を撮影してみました。まずはスマホで撮影した8倍ズームとデジタルズームで40倍で撮影した写真をご覧ください。やっぱり8倍ズームだと時計は若干ちっちゃい、若干というかだいぶちっちゃいですね。のと40倍のデジタルズームにしてしまうとやはりボケボケの絵になってしまってますが、これでも意外と綺麗に見えてるかなという気はします。というわけで次は A300 と望遠レンズを使って、撮影をしてみました。これが意外なんですが、デジタルズームを、しないで A300 で撮影すると、割と思っていたよりよく撮れてるんですよね。時計盤の、文字もしっかり見えますし、その周囲にある木も、ボケてるといえばボケてるし、ピンボケしてるといえばピンボケしてるんですが、性能の割にはしっかり撮れてる方じゃないかななんていうふうには思いますね。ただ、やっぱり、ここからデジタルズームをかけると、もうボロボロになります。こんな風になっちゃいますね。次は三脚に A300 と望遠レンズをつけて、シノバスの池を泳いでいるスワンボートを録画してみました。まずは通常録画してみたものをご覧ください。風に流されてみんな大船団になっちゃって。時間がちょっと夕方にかかってしまったこともあって、周囲がちょっと暗くなってしまっているのはあるんですけれども、思っていたよりいい感じに撮れたんではないかなと思います。少なくとも室内よりはしっかり光量が取れて、ロックができているような気がしますね。ボケ感も割と懐かしい感じのおもちゃのカメラって感じがしていいですね。次は、設定の遅いと早くの2つの、録画の設定を試してみたいと思います。予想としては、遅いが、スローモーション、早くがタイムラプスの録画になっているはずですが、一体どんな風に撮れているでしょうか。ご覧ください。
いわゆるこの A300 でいうところのスローモーションとタイムラプスの機能を、見ていただきました。いかがでしたですか？どちらもスローモーションとタイムラプス名ばかりの疑似的な機能といったところでしたでしょうか。フレームを間引いたり足したりしているだけですので、撮った映像と撮れた映像に結構な違いが出るっていうのは、こういうお遊びのというか、ミニカメラ、トイカメラの面白いところでもあるといえば面白いところでもありますね。最後に三脚から取り外して、私が手で、押さえた状態での撮影をちょっとご覧ください。手ぶれでどれだけひどくなるかというのを見ていただこうかななんて思ってます。かなり揺れてますので、映像酔いをしそうな方はご注意ください。ここまで N300 をいろいろ使って楽しんでみました。最後にこのガジェットを4つの要素に分けてネタガジェット採点をしたいなと思います。一つはロマンド。純粋にこのガジェットに対してどんだけワクワクするかというのを表した度合いですね。もう一つがクセ強度。これはその名前の通り、どれだけこの製品が癖が強いかというところを採点したものです。もう一つが遊べる度。実際に触ってみて実用性があるかどうかはさておき、遊べるかどうかっていうところに重点を置いた採点です。もう一つが実用とのギャップ度。これはもうどれだけ期待と現実との差があるかというところを表した点数となります。それではロマンドの、採点をしたいと思います。ロマンドの点数は星4つです。この大きさのカメラに望遠レンズをつけてしまうという発想は非常に面白いですよね。ただ見た目がもっとカメラっぽかったらおもちゃとしてももっといいものになったなというところで星マイナス1しましたね。次は苦節予度の採点をします。苦節予度の点数は星5つです。もう満点を上げて十分な苦節用の機能でした。カメラにも見えない見た目もそうなんですけれども、もうピント合わせの難しさとか、使いどころが謎すぎるフィルター機能がもう癖が強いなぁなんていう風に感じましたね。そこが面白いところではあるんですけれどもね。3つ目、遊べる度の点数です。遊べる度の点数は星5つです。ついてるフィルターの種類とか、こんなに望遠させてどうするんだっていうぐらいの望遠のレンズとか、むしろ遊び用途しかないとしか言えようがないですかね。撮れた写真や動画が本当にどういうふうに撮れているかっていうのは、データを見てみるまでちょっとわからないっていうカメラにもなってまして、そこが怪しいのも楽しさの一つかななんて思っていますね。最後は実用とのギャップ度。この点数は星5つです。幕開けの歌い文句がもう100万画素で100倍望遠で綺麗に撮ろうみたいなこと書いてありますけれども、記録を撮るためのカメラとして思うと、使い道としては怪しいというよりは全く使えないといったところが現実ですね。でもフィルターとかを使って遊びのカメラとしては楽しめるとは思うので、もう本当にトイカメラとしての機能しか求めないということであれば、このアイテムはありなのかななんて、そんな風に思えるというところで実用とのギャップを採点してみました。というわけで4項目にわたって採点してみましたが、皆さんはどう思いましたでしょうか。よかったら感想やツッコミなどをお待ちしております。今回は N300 をいろいろ楽しんでみました。
例えばスマホの代わりになるカメラとか、コンパクトカメラのようなものの代わりになるというものではなくて、この小ささで望遠レンズをつけたらどうなるかっていう実験を楽しむガジェットでした。正直突っ込みどころはいっぱいあります。でもその突っ込みどころも含めて、クラファンのネタ枠ガジェットとしては結構面白かったです。使ってみるといろいろ癖強なところが味があって、いろんな写真をついつい撮っちゃったんですよね。今回載せてない写真もいろいろ撮りました。そういった意味では満足なガジェットでしたね。こういうクラファンのちょっと気になるガジェット、まだまだ探せばありそうなので、これを試してほしいとか、この幕開け製品ちょっと怪しいぞみたいなものがあれば、ぜひコメントで教えてください。面白そうなものがあって、私の手が届く範囲のものであれば、また実際に、応援購入して実験してみたいななんていうふうに思います。またこのチャンネルではスマホ周辺機器やイヤホン、こういったちょっと癖のあるガジェットも実際に使って紹介しています。気になる方はチャンネル登録して次回も見に来てもらえると嬉しいです。今回はここまで N300 というネタガジェットをキツネ丸が検証してみました。また次回のクラ活でお会いいたしましょう。